近頃異世界に転生しがちだもん。現代で謎に能力発現しがちだもんし。できなかったら終わりもん、ライモン。貯金2周目行くしかないもん。パジャマ。人生の9割損してるバッキバキの OS1。子供自宅大嫌いです。もん。ライモンチャンネルだもん。もんもん。ライモンだもん。今日はちょっとお昼過ぎぐらいまでずっと寝てたもん。寝すぎてしまったもん。昨日ちょっとゲームで遊びすぎてちょっと動画編集もあったもんけど、寝すぎてライモンちょっと遅めに起きてしまったもん。よくないもん。ちょっと生活習慣を見直していこうと思ったもん。最後に感動したことは何ですかもん。ライモンが最後に感動したこと。いやー、一番号泣したのは、鬼滅の刃の、映画の、煉獄さんの顔はもう思い出すと泣けちゃうからちょっとストップするもんけど、あそこの最後の方のシーンが一番本当にやるせないというか、やりきれないという、そういう感情でものすごく感動っていうか号泣をしてしまったもん。他に感動したことは、みんな感動したことあるか感動したことがない人はいないもんか。そりゃそうだ。ちょっと失礼なことを言ってしまったもん。申し訳ないもん。みんな一つくらいはこれ感動したなーってことがあるはずだもん。ライモンは映画とかアニメとかそういう泣けるシーンとか小説とかもそうだもんけど、そういうのでは全部泣いちゃうもん。何でもかんでも先の展開を読めてても絶対に泣いちゃうもん。好きな都市伝説はどんな話？好きな都市伝説？ライモンそもそもホラーが苦手というか嫌いだから、都市伝説系はちょっと怖いもの見たさにチラッと見たぐらいで全然知らないもん。知りたくもないもん。ちょっとホラー系はやめてほしいもん、本当に。いや、そんなことよりも気づいたらコンティニューコインが6枚あったもんけど、もしかしてこれって1時間配信しても大丈夫なんだもんか？そこがちょっとライもよくわからなくて、前回も前々回も30分ぐらいで終わってしまったもんけど続けていいものなんだもん。1時間大丈夫なんだもん。何か操作しないとダメなんだもんか？大丈夫だもんよね。ちょっとそれがちょっとツイキャスの都市伝説になってしまうもんけど、いやツイキャスの都市伝説ではないもんけど、ライモンにとってそれがちょっと都市伝説だもん。コンティニューコインで本当に続けられるもんか？1時間今日配信しても大丈夫なんだもんか？そこが一番知りたいことだもん。それ以外の都市伝説はちょっと、大体都市伝説っていうのは怖いものとか UFO とかちょっと不気味なものが多いもんから、あんまり触れないようにはしてるもんけど。あなたが他人に対して持っている期待は何ですか？これはコメントです。コメントですもん。コメント欲しいもん。アイテムとか
投げてくれるのはものすごく嬉しいもんけど、コメントが欲しいもん。一番はコメントが欲しいもん。コメント、今ライモンツイキャスで配信の練習してるもんけど、コメントがないと練習にもならないもん。見て、この右上のちょっと、もういい iPhone から配信練習中っていうこの悲しげな自分コメント。これが消えてくれない限り、ライモンはずっと孤独なままだもん。期待なんて持てないもん。もうコメントが欲しいもん。コメント。なんでもいいもん。なんでもいいもん。今日も紫ですもんねとか、そういうどうでもいいコメントでも拾うもん。ライモンコメントが欲しいもん。そこだけが一番期待していることだもん。他に期待していることは何だろう。貯金かな。いくらまで貯まると嬉しくなるもん。何万円まで貯めるとか何十万まで貯めるって決めて達成した時の達成感はものすごく素晴らしいというか、嬉しいものだもん。みんなも同じだもん。やっぱりちょっと給料日とか期待しちゃうもんね。もしかしたらちょっとアップしてるかもしれないって思っちゃうもんね。もし怪盗になれるとしたら何を盗みたい？ライモンが怪盗。何を盗みたいか。盗みたい。これはなんで、物に限るもんかね。だとしたら、そうだなぁ。ご飯を盗みたいもん。お腹いっぱい食べたいもん。ライも大食いだもんから、ご飯ちょっと盗み食いしたいもん。怒られちゃうもんけど、でも盗み食い、ちゃんと自分の家とか家族の中での盗み食いならセーフだもん。外での盗み食いはアウトだから、もうみんなもやってはダメだもん。外はアウト、中はセーフ。そんな感じのあれだもん。こんばんは。コメントありがとうございます。マスクメロンさん。一人でブツブツしてることを喋ってるライモンです。よろしくもん。そう、今何を盗みたいかって言ってて、盗み食いしたいなって。ほんと、見ててくれてありがとう、マスクメロンさん。そう、パソコンまだ届いてないもんけど、まだ組み立て中表示になってて、出荷は一応18日ってなってたもんけど、大丈夫かってちょっと心配になってるもん。とりあえず、来月頭までには届いてくれるといいもんけど、届かなかったらちょっと悲しいもん。ちょっと本当に十何万飛んでたからちゃんと届いてほしいもん。お題が思わず笑った最近の夢は、そう、やれることがこれから増える。そう、夢が広がる。そう。ほんと、最近の夢が広がる。これに尽きるもん。なんて素晴らしいお題。思わずもう、笑ってしまうもん。本当に。夢が広がリングだもん。本当に。やれることが。でも、その前に、パソコンの中身の引っ越しにちょっと不安を覚えてるもんから、ちょっとそこだけはちゃんと調べて間違いがないようにちょっとちゃんとやっていきたいもん。本当になんだろう、嬉しいもんけど、いつ届くんだろうっていうワクワクとドキドキと不安と期待がないまぜになってるもん。
スチームゲーム、そう、VTuber スタジオ、ライモン入れてるから、スチームもあるもん。セールがあるもんか？スチームゲームか。ライモン、スチームゲーム、一回パソコンがポンコツすぎてやったことないもんけど、パソコン買い替えたらスチームゲームか。ライモン考えてたのは、任天堂さんのゲームやろうかなって思ってたもんけど、スチームゲームか。ちょっと何でもチャレンジするのはいいことだもん。漫画の世界観で最も魅力的に感じるのは？漫画の世界観？最も、やっぱファンタジーが好きだもん。みんなもファンタジー好きだもん。みんなだって最近とか近頃異世界に転生しがちだもん。異世界に転生しがちだし、現代で謎に能力発現しがちだもんし、ちょっとキャプチャーボード、このキャプチャーボード実はポンコツのパソコンでできると思って買ってあったんだもんけど、パソコンがポンコツすぎて使えなかったもん。映ったんだもんけど、遅すぎて、ちょっと画像というか画素がひどいことになってましたもん。だからもうずっと使えなくて、もうこのポンコツのパソコンが、捨てはしないけど、でも、ちょっと、ポンコツの思い出として、ちょっと、戒めとして残しておくもん。もう、本当に、もう、ファンタジーもん、ほんと。パソコンはファンタジーだもん。どうして映るのに映らない、ずれる、そんな感じの、多分 CPU が古すぎて、CPU だけが古すぎて、全然だったもん。そう、新しいのに使える、でも何年も前に買ったもんから、ちゃんと使えるかどうか、どうだろう。ちょっと、ライモン説明書見ながらやったもんけど、使えるだろうか、大丈夫だろうか。そこはちょっと不安だもん。不安がいっぱいあるもんな。あなたの人生で一番の驚きは何でしたか？パソコンの買い替えができたことだもん。もうずっとライモン貯金貯めて、買うぞ、今度こそ買い替えるぞって、ずーっと、やってたもんけど、タイミングがつかめなくて、その値段の相場がよくわからなくて、いつ買えばいいんだってずっとなって、で、今回、買っちゃったもん。勢いで買ったもんけど、きっと大丈夫だもん。ちゃんと、性能とかも全部調べて、とりあえず大丈夫そうな感じのパソコンを買ったもんから、問題はないはずだもん。これでできなかったら終わりもん、ライモン。終わりもん。もう2周目行くしかないもん。貯金2周目行くしかないもん。これはちょっと、できるかどうか多分一番の驚きは届いた後に、開封して設置してできるかどうかが一番驚きのタイミングポイントになるもん。あなた、他に何か驚くこととか、特に、異様に体が頑丈だってことぐらいしかないもんね。ライモンもびっくりだもん。結構高いところから落ちても、かすり傷ぐらいで済む、ちょっとバキの世界観じゃないもんけど、鍛えてないのに、ちょっと、すり傷すら残らない、受け身がうまいかもしれないもん。
そんな感じのものかもしれないもん。一日だけ別の時代の服を着るなら、いつのスタイル選べますか？これは難しいな。やっぱりゆったりしてるけど、重いローマ系のはちょっと、あれの薄い感じの、というよりパジャマ。でもパジャマは現代だもん。でもパジャマは、でもパジャマに時代なんてあるもん。パジャマ人類誕生してからずっとあるんじゃないもんか？パジャマ選べないもん。じゃあ別に、可愛い方がいいから、やっぱり、近未来的な感じの、ちょっと、服に、キラキラの線、ゲーミング PC みたいな感じで服がキラキラする感じの、そんな感じの服を着てみたいもん。近未来的なスタイル。近未来的なスタイルの服、ちょっと憧れあるもん。ドラえもんに頼んだら、ドラえもんは会えないもんか。ちょっと悲しいもん。でも、ドラえもんじゃなくとも、お題変わっちゃった。朝はコーヒー、紅茶、それとも別の飲み物。ライモン、コーヒーも紅茶も飲んだことないんだもん。これ言うと人生の9割損してるってよく言われるもんけど、コーヒーも紅茶飲んだことないもん。だいたい牛乳か、お水かお茶しか飲まないもん。なんだろう。カフェインが嫌なんだ。ちょっと怖いじゃないですけれども、目がバッキバキの感じになるのが嫌だから飲んだことはないもん。だいたい牛乳、豆乳、麦茶とかお水とかそういう胃に優しそうな感じの、最近だと熱中症に気をつけるように OS1 買って、OS1 で水分補給してやってるもん。みんなコーヒーとか紅茶とか普段からそんな飲んでるもんか？ライモン、飲んだことはないけど、匂いでコーヒーか紅茶かの判別だけはできるもん。ものすごく六感がいいもんから、五感がいいもんから、機敏にわかるもん。これ紅茶だな。すいません、これ飲めませんって毎回お断りするの。そう。中津さんで、ちょっと、お水だったのがお茶に変わっちゃって、毎回、お水にしてくださいって断るのが、ちょっと申し訳ないというか、もうごめんなさいって感じで、それぐらいは、ちょっと、本当になぜお茶にしてしまったのか、お水に戻してほしいもん。お水の方が絶対気軽だと思うもんけど、サービス精神なんだもんか？それとも、好みなんだもんか？ちょっとそこはわからないもんけど。架空のチームのキャプテンになったらチーム名は？一応ライモンのファンは、ファンとかフォロワーさんたち、サポーターさんたちは、来人ってことになってるもんけど、来人かっこいいもん。だから忍者もん。もう普通にかっこいいもん、来人は。でも、そこはあえてのライモンズ。ちょっとダサくしてくもん。ライモンズ。そういう感じの名前にしとくもん。ライオンズみたいな、ちょっと語呂が似てるもんけど、ライモンズ。
そんな感じの、あれのチーム名にしてしまうかもしれないもん。それはちょっと、もしチームメイトには申し訳ないもんけど、本当に勝手にそうしてしまうもん。ライモンのチームだからライモンズだもん。ライモンズしかないもん。今日はもう本当に寝すぎちゃって、頭が全然回ってないもん。ちょっとお目目が。あ、お題が変わった。ご家族構成をしていていただけますか？ライモン、今は、生きてる生きてるのは、生生存者は、パパ、ママと、パパのパパ、ママと、ブラザー、下にブラザーが一匹おりまする。みんな、だいたい4人家族っていうところは結構多いと思うけど、少子化だからやっぱり3人とか、そもそも2人だけで子供作らないとか、そういう感じになってるもんか。ちょっと、最近の子供事情がよくわからないもんけど、やっぱり1人は3人家族みたいな場所、みたいな人たちが多いもんかも。ライモンは4人家族だったから、本当に、祖父母はちょっと別の場所、遠い、外国で暮らしてたから、よくわからないもんけど、4人家族で暮らしてて、よく、お下がりとか、普通はお下がりは、上から下に行くもんだもんけど、ライモンの場合は、なぜか母のお下がりをライモンが着て、弟が新品をもらうという構図になってたもん。もう完全にエコひいきだったもん。嫉妬もめちゃくちゃしたもん。本当に。なんであんただけそんなもらえるんだって。めちゃくちゃちょっと嫉妬してたもん。バッグの中身で一番大事なものは身分証明書と鍵だもん。お金は確かに大事だもんけど、一番大切なんだ身分証明書だもん。それがないと生きていけないもん。ちゃんと、されたことはないもんけど、職質された時に身分証明書ないのはちょっとやばいもん。連行されていくもんから、本当に毎回ちゃんと手元にしっかりとお皿の中に入れて、焼肉太郎さん食券ありがとうだもん。ライモンだもん。よろしくだもん。パイナポーじゃないもん。ライモンの挨拶、もんでもう、おはもん、おつもんと、いろいろあるけど、とりあえず、もんでよろしくだもん。そう、今、バッグの中身で一番大事なもの、太郎さんありますもん。はい。ちょっと強制してしまったようで申し訳ないもん。もう申し訳ないもん。好きに呼んでいいもん。ごめんなさいだもん。ライモン大事なものは、お金とかよりも身分証明書と家の鍵が一番大事って話してたもん。ライモンだって身分証明書ない時に職質はされたことないもんけど、もしされたら連行されてってしまうから、身分証明書はちゃんと持ち歩くようにしっかりしてるもん。危ないもん。ちょっと。でも、一回職質受けてみたいなって思うライモンがどこかにもちょっといるもん。お題が変わっちゃったもん。映画を撮るならどんなジャンルにしますか？自分で
ちょっとお金かかって、スポンサーがついて全力でお金かけていいなら、ファンタジー映画を一本作り上げたいもん。ライモンファンタジー大好きだもんから。ファンタジー映画を作り上げたいもん。もう予算ゼロの自作映画ってことだったら、もう現代ドラマしか選択肢が残されてないもん。それか、あとは、なんだろう、火をくべてパチパチさせるだけの安眠映画。そんな感じのものしか思いつかないもん。みんな好きな映画とかないもん？ないもん。ファンタジー系とかアニメ系は大好きだもんけど、映画を撮るならやっぱりファンタジーがいいな。ファンタジー。恋愛要素は別に、ほんのり匂わせ程度でいいもん。匂わせ程度の映画でいいもん。そんな、がっつり恋愛はちょっと、ちょっと、言葉が出ないからちょっと、スルーするけれど、ちょっと、あまりがっつりはちょっとアメリカとかのがっつりみたいな感じには撮れないもん。他になんだろう、映画撮るなら、他に何があるの？でも、ファンタジーでも和風ファンタジーの方がいいかな。和風大好き。お題変わっちゃった。自分自身へのご褒美はどんなものが好きですか？これは、一つしかないもん。アンチャーテッドとか好きだもん。アンチャーテッドライモン見ようと思って見てないもん。ちょっと申し訳ないもん。アンチャーテッド、それもしかして、ホラー映画とかも違うもんよね。なんか、アドベンチャー的な映画だったような気がするもんけど、違うもん。ちょっとあまりグロい系は、間違えた。アベンジャーじゃなかった。アドベンチャー。よかった。アドベンチャーだ。あんまりグロい系は好きじゃないもんけど。アンチャーテッド。また後で見てみるもん。アドベンチャー系でだもんね。これ騙されてないもんよね、これ。うん。ゲームから。なるほど。でもゲームからゲームってホラー多くないもんか？大丈夫もんか？あんまりグロいものだとレモン。そうなんだもんか。それはちょっと確認してみないとわからないもんけど。ちょっと調べてみてみるもん。そしてお題が、ご褒美どんなものが好きか。これ、ライモン一択で、生活音が入ってしまった。お米が炊かれてる音が、申し訳ないもん。入ってしまったもん。申し訳ないもん。ちょっと、申し訳ないもん。ちょっとスルーしてほしいもん。そう。さっきの、お題忘れちゃった。まあいいや。一番得意なスポーツはスポーツ、ライモンは、あれが好きだもん。テニスを3年やってたもん。で、ちっちゃい時にドッジボールクラブにも入ってたもん。でもテニスが好きだもんね。ちょっと強力なスマッシュで敵をバシーンっていって相手が空振るのが爽快だったもん。結構そこら辺のコントロールは上手かった方だったもん。でも軟式だったもんから高校に行って公式ですって言われて痛いの嫌だからやめたもん。得意なだからあとは水泳かな。水泳県で7位にまで入ったことはあるもんけど、まあその程度はザラにいっぱいいると思うから、まあ普通ぐらいだもん。
ちなみに、あれだ。クロールでだもん。もう何の話をしていたのか、ちょっと、忘れてしまったもんけど、まあ、とりあえず得意なスポーツはテニスと、てさんお茶ありがとうございましたもん。そう、得意なスポーツは水泳とテニス、この2つも。あとは高跳びもやってたもんけど、ライも150ちょっとで身長ちっちゃいからちょっと、150は飛べなかったもん。135かな ?135 ぐらいがギリギリだったもん。最近始めた料理は何ですか？最近、お米が炊かれたもん。ちょっと今、後から入ってきた人には謎だもんけど、ちょっとお米が炊かれたもん。得意料理、お米も、得意料理って言ったら始めた料理、もう終わったってか、今多分蒸してます。もう。お米蒸しタイム中だもん。だから、ちょっと、そうだよね。ちょっとお米、まあでもお米が一番好きっていうのもあるもん。秋彦さんで感じあってるかな。まあ、前にもくれて、その日暮らしのアイテムくれてありがとうもん。来てくれてありがとうだもん。また来てくれて嬉しいもん。そう、最近今来てわからない、あれだもんけど、ちょっと、最近始めた料理、この料理、ちょっと、実は目の前に、キャベツあるもん。キャベツ、ちょっと ASMR、ちょっと、一瞬だけ、キャベツ食べてるもん。目の前にキャベツあるもん。ちょっと配信前に、ちょっと小腹が空いて、キャベツを目の前に設置して、配信してるもん。ご飯とキャベツと、まあそんな感じだもん。もし一日で地球を救うミッションがあったら、何をする？一日で地球を救うミッション？一日で地球を救うミッションがあったら何をする？ご飯を食べるもん？だって、その一日で地球が終わるもんね。だったらもう最後の晩餐だもん。前回2回目の今朝配信でも最後の晩餐はってちょっと不穏なお題されたもんけど、もし一日で地球救うってことはもうそれ救えなかったら終わりだもんから、もうご飯食べるしかないもん。もうご飯食べて笑顔になってそのままお星になるもん。お星滅亡になるもん。だって一般人何もできないもん。あれ、ピーピー言われた。気にしないでほしいもん。あれ、多分スープの方でちょっと低温で温めてたもん。ちょっと気にしないでほしいもん。配信後に何か食べる気満々で、めちゃくちゃ料理の音が入って申し訳ないもん。ちょっと気にしないでほしいもん。ライブ気づいたら30分超えてたもん。これコンティニューコインが使われたってことだもんな。ちょっと、これ1時間これで配信できるってことで合ってるもん。ちょっと、ライモン仕様とかよくわからないから、あれだもんけど。なんだろう。好きなゲームのキャラは、いっぱいいるもんけど、好
好きなゲームのキャラ。ゲームキャラに限定すると、やっぱドラクエの主人公は好きだもん。なんというか、泣くもん。泣ける主人公が一番、心に響くもん。ポケモンとかも自我というか、まあ、最近はドレスチェンジというか、自分のお洋服とか変えたりとか、顔とか変えたりできるもんけど、やっぱり自我のない主人公が一番好きかもしれないもん。ゲームキャラで、キャラゲーなら、やっぱりドラゴンボールの悟空が一番好きだもん。もう小さい頃からずーっと見てきているもんから、それが一番好きだもん。古いゲームだけど、悪魔女ドラキュラ10アルカードってキャラ。なんだか聞いたことがあるもん。聞いたことがあるのと、その映像がなんとなく、それ、×。X。失礼しました。マスクメロンさん。大変失礼しましたもん。そう、X。悪魔女ドラクラ X。うっすらと、多分、それ 2D のゲームじゃないもんか？それ、ちょっと、ライモン、昔のレトロゲームとか、あんまり遊んだことないから、よくわからないもんなもんが、じゃあ、もしかしたらライモンが思い浮かべてるものと同じやつかもしれないもん。そっか。ちょっと、後で探してちょっと見てみるもん。お題が、失敗や困難の中で自分をどのように励ますか？失敗や困難の中で自分をどのように励ますか？ライモン失敗ばかりだもんから、その度に、ごめんなさいじゃないですけど、反省ばっかりしてて、困難はもうど根性しかないもん。もう、ナルトのあれじゃないもんけども、ど根性って感じだもん。アルカード、どれくらい、そう、わかるもん。映像がなんとなくうっすら頭に思い浮かべるもん。黒いマントの、とんがった黒い髪の、おっさん、ひげ生えたおっさんで合ってるかわからないもんけど、それで合ってるなら、多分ライモンの想像は一致してるはずだもん。そうなの。ものすごく押してくるもんけど、そんなに素晴らしいキャラなら、ちょっと、後で、ちゃんと調べてみてみるもん。レトロゲームっていいゲームばっかだったもんね。ちょっと、今は 3D ゲームが多い。もこさんお茶ありがとうございます。もう、ありがとうございます。もう、そう、レトロゲーム、そんなことないもんけど、あれ、また同じお題だ。朝はコーヒー、紅茶、それとも別の飲み物。ライモンは、申し訳ないけど、コーヒーも紅茶も飲んだことないもん。なんていうか、カフェインというかそういうのがあんまり、カフェイン系があんまり好きじゃないもん。子供舌かもしれないもんけど、だいたい麦茶とか牛乳とか豆乳とかお水とかそんな感じで朝は済ませてるもん。だいたい紅茶飲まないって言うと人生9割損してるって、これさっきも言ったもんけど、周りの人からはものすごいもう飲んだ方がいい、もう人生損してるって言われるもんけど、今までそれをガードして飲んできたことはないもん。みんなは朝コーヒー紅茶そんな優雅な朝過ごしてるもんライモンとりあえず目が覚めて
一番に時間確認して、ちょっと虚無になるから、ちょっとそこのところがよくわからないもん。みんな起きたらすぐそういう感じで飲むやつなんだもん。そんな優雅な朝、ブレイキングタイムを過ごされておられるもん。ないもん朝飲むとしても、最近は、水分補給も兼ねて OS1 を飲んでるもん。OS1。そう、水分補給で。そう、最近暑くなったり、涼しくなったり、ちょっと熱中症も、室内にいてもなるからみんな気をつけてほしいもん。お題が変わった。自分のユーモアのセンスをどう思いますか？自分のユーモアの助詞がおかしくないもんか？自分のユーモアやセンスをどう思いますかってことでいいもんか？ユーモア、ライモンはよくユーモアはあるとは言われるもんけど、センスはダサい方だとは思うもんけど、どうなんだもん。一応、そこまでダサくはない、普通くらいだとは思ってるもんけど、これは本人には計り知れない領域だもんから、ちょっと、そこは自分で自己判断はしてはいけない、したくないところだもん。センス悪いですって言われた日には泣いちゃうもん。ライモン、見てこのライモン。かわいいでしょ？これ、かわいいでしょ？センスあるでしょ？特に、こう、チャームポイントいろいろあるもん。みんな褒めて。ライモンセンスあるもん。まあ、センスって言っても、いろんな意味のセンスがあるもんから、今、ライモンが話したのは、お洋服とか、そういう選ぶセンスとかの、あれだもんけど、だからユーモアっていうのは、なんだろう、なんか即答で、なんか200種類あります。白は200種類ありますって、即答できる感じの、あれって感じでいいもんか？あれほどのユーモアはないもんけど、まあ、ちょっとそこら辺のユーモアまでは目指していきたいなと。ちょっと面白いと思ってもらえるように頑張りたいなとは思うもん。漫画を食事中に読むのはマナー違反？漫画を食事中に読むのはマナー違反。ごめんなさいだもん。ごめんなさいだもん。もう、マナー違反って聞いてることに対して謝ってしまったもん。もうやっちゃってるもん。片手で読みながら食べるなんてもう常にやってるもん。なんだろう、ダブルタスクっていうやつ。そういうデュアルタスク、なんて言うんだろう、タスク、まあ、ダブルタスク、そういう感じで、何かをしながら何かをする。だってみんなだってテレビ見ながらご飯食べるでしょ。同じことだもん。漫画だってテレビだ同じだもん。漫画を食事中にね、読むのは、まあ、マナー違反かもしれないもんけど、マナーは時代によって変わっていくもん。よほど、崩れた姿勢で、漫画読みながら寝っ転がって漫画読みながら食べてるとかではない限りマナー違反ではないと、ライモンは判定するもん。ジャッジ。そう。だって、マナー違反は基本的に体勢だもんな。体勢が良くなければ、ちゃんとお椅子に座って、で、片手に漫画を装備して、片手にお箸持って食べてるっていうとかだったら、まあ、ライモンは許せるもん。
自分を変えるために最近したことは何ですか？パソコンを買い替えたことです。もう。買い替えたっていうか、まだ届いてないですもん。パソコンが、届くのは、多分今月末には届いてほしいもんけど、来月頭になってしまうかもしれないもん。出荷が18日って言ってたもんから、そう。届くの自体はちょっと、最近配送業の方たちもちょっと大変だって聞くもんから、そうね、丁寧に運んできてほしいもんから、ちょっといつ届くかはちょっと確定はできないもん。もう45分も経ってるもんね。すごい喋ってるもん、ライモン。頑張ってるもん。ちょっとそろそろ声が枯れてきたもん。だからもうパソコンを買った。これがもう最近した自分を変えるための一番の大事なことだったもん。あとはパソコンの設置もこれ一人でやらないといけないもんから、そこだけが不安だもん。そこさえクリアすれば、あとは無問題とは言わないもんけど。マスクメイランさんありがとうございます。もう頑張って話してるもん、ライもん。本当に、もうそれ声がちょっとガラガラになってきてるけど、ずーっと、独り言喋ってる、もう。ずーっと頑張って喋ってるもん。ありがとう、もう嬉しいもん。日記やブログを書くのは好き？ライモンは三日坊主です。だからちょっと、ゲームピース。そうなんだもんか。ゲーム PC 来たらまた違ってくるんだもんか。そうなんだもんか。だったらちょっと頑張りたいもん。ちょっと、そこは、ちょっと設定とか、ちゃんと、間違えないようにやって、壊さないように丁寧にやりたいもん。そう、そして、ライモンは三日坊主。日記やブログは、全く書けないもん。こういう、配信とかとは別種だとは思うもんけど、何か毎日の小学生の時の、一言みたいな、日誌みたいな、当番日誌みたいなので、今日の一言みたいな感じの欄、あれ、ちょっと嫌だったから楽しかったですとか、健やかに過ごせましたとか、そういう適当なこと書いてたもん。あとは密告とかもしてたもん。〇〇くんが〇〇くんをいじめてましたとか普通に密告とかしてたもん。普通に密告して怒られてるのを見てたもん。そしてそれがバレていじめられてしまったから、親のところまでお伺いして、壊されたものを弁償してもらうというところまでやってもらって、それ以来、めちゃくちゃビビられるということはありましたもん。お題が、時代劇の映画に出たら、どんな役を演じたい？時代劇？やっぱり、花魁さんが、お色気のある花魁さん、ライモン、ちょっと下見えてないもんけど、すごい、着物っぽい衣装着てるもん。だから、花魁さんには憧れがあるもん。あとは、茶屋の看板娘、町娘。看板娘。そんな感じの、ちょい役でもいいもん。でもやっぱり一番は花魁さん。ちょっと、多くの秘密を、ちょっと、上役たちから絞り取ってる、悪女じゃないけど、そういう感じの
お色気のあるお姉さんに挑戦してみたいもん。でも、残念ながらライモンちょっと顔的に、ちょっと、あまり、そのお色気って感じではないもんから、そこは困りものもん。なんだろう。髪をお団子にしてるから子供っぽい感じに見えてるもんか。これおろしたら、あれかいや、でもおろしてもちょっと子供っぽいかもしれないもん。ダメだもん。お色気が足りないもん。ちょっと、憧れはあるけど、その役を演じろって言われたらちょっと多分、通行人 BC ぐらいの子供にしかなれないもん。ちょっと変わった。でも雑種だからちょっと、見せ物にされるかもしれないもん。もしかしたら。コンサートに行くなら誰のを見に行きますか？コンサート行きたい人はいっぱいいるもんけど、今までの人生で一度も行ったことないもん。人の多さが多くて、ライモン倒れるんじゃないかと思って行ったことはないもん。ちっちゃいライブなら見に行ったことはあるもんけど、大きい会場のライブはちょっと厳しいもん。でも行きたいのは、前回か前々回のキャスでも話したかもしれないもんけど、前島まいさん、リサさんとかの、コンサート、あとはマクロスの、メインさんと中島愛さんのコンサート、マクロスフロンティアとデルタとかのコンサートは行ってみたいもん。いつか行けるといいもん。ちょっと。勇気が出てきたら、行ってみたいもん。絶対楽しいもん、ライブ。みんなででもちょっと、不安だもん。一人で行くって不安だもん。でも行ってみたいから、いつかは絶対行くもん。コンサート。みんなコンサート行ったりしてるもんか？ライモン、コンサート行ったことないからどんな雰囲気なのかわからないもん。とりあえず、熱狂してる映像とか見たことあるもんけど、全部あんな感じなんだもん。それとも、スタッフで席埋めましたみたいな、カスカスなライブもあったり、コンサート会場もあったりするもん。ちょっと、気になるもん。好きな気候や天気を教えてください。ライモンは、雷かな天気や気候じゃない。いきなり雷。雷、前に目の前に落ちたことがあって、もう視界が真っ白になっちゃったぐらいのものすごい雷だったもんけど、その時からちょっと雷とか太陽とか、太陽が出てるよりは曇りのちょっと涼しい感じの天気が、ところにより雷みたいな感じの天気が、ちょっと一番お好みかもしれないもん。本当に。みんなは多分、晴れとか雨とか、そういう天気が好きかもしれないもんけど、でも雨は好きだもんけど、濡れたくはないから、曇り空の雷、涼しめという天気、ちょっと謎に限定的な天気を、選択するもん。みんなは多分晴れた日とかの方が、ちょっとうっすら雲があった晴れた日が多分一番楽というか、日差しが眩しくないような日がいいんだろうけども、ライモンは、ちょっと雷が好きだもん。
苦手なタイプの人との付き合い方は、ライモン苦手な人いっぱいいるもんけど、そう、なんだろう、苦手な人ほど、笑顔で接してしまうもん。仲良くなるほど、なんか表情が消えてくタイプだもん。ちょっと、だからちょっと、なんだろう。苦手なタイプな人ほど笑顔で、ちょっと、アルカイックスマイルっていうもんこれ。そういう感じで、苦手なタイプの人とは、まあ苦手というか、なんだろう、ウェイって感じの、陽キャな感じの人たちは、チャラい感じの人たちは苦手だもんから、ちょっと、目線合わせないようにして、素通りしてるもんけど、もし、どうしても絡まなきゃいけないっていう時は、その、笑顔で、なるべく笑顔で、丁寧に、お話しして、ちょっと、ごめんなさいですもんけど、その、なんとか避けようと、避けてる。まあ、あまり話さないようにはしてるかもしれないもん。今、変な発音だったもん。田舎っぽかったもん。かもしれないもん。かもしれないもんだもん。間違えたもん。わあ、あと4分。うわあ、すごい。1時間も喋ってて。すごい。声がもう、枯れてきたもん。すごい、声がもう枯れてきたもんけど。お題だ。もし1日だけ異世界の生き物に変身できたら、じゃあその、異世界の生き物、ペットがいいもん。なんだろう。可愛らしいペット。そう。だから、普通、ドラゴンとかの方がかっちょいいのはわかるもんけど、ちょっと、自活できる自信がないもんから、ちょっとライモンはペットライフがいいもん。なるべく可愛がられて狩られていない寿命を迎えるまでちゃんと、ちゃんとお世話されてくれる生き物に変身したいもん。でも3分を聞いてしまったもん。もう何を、ものすごい色々と話したもんけど、何を話したかもう覚えてないもん。すごい声が枯れてきたもん。すごい声が枯れてきたもん。でもこの後お食事タイムだもんから、ちょっと、はい。ありがとう、マスクメロンさん。ありがとう、おつもんだもん。お疲れ様でしただもん。本当に、頑張って喋ったもん、1時間。こんなに、話せるとは思ってなかったもん。ライモン、頑張ったもん。そして、お疲れ様よりも、おつもんになるもん。そこ、おつもん、ちょっと、指摘してしまって申し訳ない。お好きにどうぞコメントしてほしいもん。でも、そう、とりあえずペットになりたいもん。食事を与えられて、甘いものと辛いものどちらが好き？どちらも大嫌いです。もん。ちょっと無理もん。その間のしょっぱいと甘じょっぱいとかちょっと辛じょっぱいは、とりあえずしょっぱいが一番だもん。なぜ甘いものと辛いものの間のしょっぱいがないもん。しょっぱいが一番美味しいもん。それだけは伝えておきたいもん。そう、特に塩分大事だもん。最近は熱中症だからみんなも気をつけておつもんだもん。もう1分切ってしまったもんから。これで今日の配信は終わるもん。みんな来てくれてありがとうだもん。おつもんだもん。しょっぱい。熱中症には気をつけて、みんな過ごしてほしいもん。あとは、通知サポ
あと、YouTube のチャンネル登録もしてくれると嬉しいもん。これからもよろしくだもん。じゃあ、もんもん、おつもーん。